はい、こんにちは、村岡正則です。今回はですね、シーバスの遠征動画になります。今回宮崎県にやってきました。宮崎はね、何年ぶりだろう、2年半ぶりぐらい。シーバスジャーニーの最終回が宮崎編だったんですけど、それ以来、ジャーニーのロケの時出会った人たちがいて、その人たち頼ってちょっと今回楽しくかつちょっと狩猟的な、がっつりシーバスやり込みたいなって思ってきました。レンタカー借りてシーバス量全部持ってきたって感じですね、遠征用の。なんか前回鳥取でも紹介したんですけど、登山ロープをレンタカー借りるとき持ってくるとすごい良くて、もうレンタカーって慣れない環境であるんで、釣り竿がだいたいこうなるかこうなるかで、ある時2、3人でドタバタやってる時にパタって挟んで折れてしまうと。で、人の竿を折るのが一番辛いんですよ。で、僕は基本的にもらったものだったりだから経済的な損害がなくて、こういう不注意で折ってしまいましたあいつがみたいな感じで言えるんだけど、実際ね、友達同士とかで乗ってた若い頃はやっぱりそれで折れた時の弁償問題とかめちゃくちゃ難しくて、しかも時にね、なんか黙ってるやつとかいて「折れてる」っつってっていう、なんかあるじゃない、そういう、それで友情がこじれるとか、そういう経験したわけじゃないんだけど、そういうの見聞きしてて、こうやってロープで竿は上です。でこれのいいとこは、今空港から着いたばっかなんで束ねてるけど、どんどんリールつけてってもここに引っ掛けると竿4、5本は展開できるんで、そうするとね、2、3人で釣りしててもいわゆる折っちゃったっていうミスがなくなるのがおすすめです。普通のロープでもいいんだけど、登山用のロープってね、伸縮性がすごいあって、要は P ラインでこう仮にやってもラインがたるんじゃうじゃない。それと同じで、登山用ロープって非常にこう伸縮性が強いんで、こうビーンと張れるんですよね、バチンと。ビーンと張れるからガチャガチャ言わないし、とてもおすすめです。ということで、アマンさんマジ、あの人だよ、あの人ちょっといかつめの柄悪いアマンさんですか正解だ。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、宮崎へ。ブラックでいいですか。はい、お世話になります。なるみちゃんお茶でいいですか。なるみちゃんです。はじめまして。アマンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アップ柄悪い。そうですか。可愛い言われるんですけどね。ブルーの製品でございます。アマソニーです。いや違う。ブルブル爽やかさで。そうですね。真逆ですね。ということで、宮崎よろしくお願いします。やりましょう。今回川リバシバス5月なんで楽しみたいってお願いをして、ちょっと2、3か所連れてってもらうんですが、宮崎といえばね、もう一つ行っときたいなってお店があって、松岡秀幸さんの鉄人松岡さん。そうですね。名物のチキン南蛮。ちょっと先に食べてもらって。いや、何の打ち合わせもなく、つくなりチキン南蛮言ってて大丈夫っつって、松岡さんの店はチキン南蛮が名物だからっつって、で松岡さんの店っていう、俺も若い時から彼を見てて、鉄人じゃないですか、にしてはって思った名前だったんですよ。なんてお店でしたっけ。なんてお店でしたっけ。そこお願いします。あ、もう松岡さんとこで。そう、松岡さんとこでも覚えてる。ひよことかそんなぐらいの鉄人松岡さんの店だから、もっと武士感ある名前で来るのかなって思ったら。ごついですね。いや、なんか可愛かったね。可愛い名前なんだよね。じゃあそこ行きましょう。はい、ちょっとランチ食べていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでございます。あ、これ、わ、すごい。素敵。この花キッチンっていう。可愛らしい。こんな可愛いんです。絶対武士道みたいな名前で来るのかな。チキン南蛮堂みたいなね。来るのかなと思ってたら、なんか奥さんとかの仕事とか。あ、やっぱそうなんです。じゃあ入ってみましょう。松岡さんです。どうぞ。アマンと申します。どうぞ。座ってください。松岡さん、直々に作っていた。いや、直々にもう。ありがとうございます。愛情込めて。美味しくなれ、美味しくなれ。宮崎来たらこれですね。宮崎来たらチキン南蛮です。宮崎では3食チキン南蛮なんですよ。本当に？嘘です。うまそう。すごい。美味しい。釣りうまくて料理うまいってずるい。今日ですよね。今日ですね。
料理も鉄人でした。鉄人が作ったチキン南蛮、いただきます。美味しい。はい、ってことで、でも美味しくいただいたんですが、僕らが入った時は一組いて、そのお客さんが帰ってこの後ゆっくり喋るかなと思ったら、あっという間に満席なんとしかもね、救う時間を狙って1時過ぎ来たのに満席なんで、まあ今ご挨拶してポイント行きましょう。行きましょう。もう釣り行きましょう。すごい綺麗ですね。リバーシバスって感じ。では先発エグイドクリアできます。エグイド。ルアーを忠実に持っておけば、シャルダス、引き波シャルダスって20g じゃなくて 14g、シャルダス20の軽いバージョンですね。ナレージ50。はい。ルアーが合わないな。もう何でもそこすっちゃいますね。そうですね。ロイ80でもダメだから。エグイド。エグイド一択になりそうです。ベイトサイズわかんないけど、まあアユだろうから。試合、アユもこれぐらいになってると思うんですね。はい。村岡さん、このルアーご存知ですか？あ、これが釣れるのね、いいんですか？これがいいんです。これを流れに任せて、アップに入れて、ずっとドリフトしていくだけで。どっかで見たことがある。どこのメーカーかな。ちょうど似たようなの自分もつけたんですけど。似てますね。ああ、似てる似てる。なんだこの茶葉。ラインがかかって魚がかかってる。シバスがかかってる。すごい。あいつを助けてあげないと。助けよう。あいつを助けてあげよう。これは俺が釣ったんじゃないけど、シバスじゃない。ニゴイちゃん。あらららら、ずっと。ね、ずっとこんな。ラインを拾ったら魚がかかっていた。これルアー。久保田じゃん、久保田。数日ぐらい引っかかってたっぽいね。かわいそうに。バイバイ。ラッキーな。やったー。カゲロウでしょ。カゲロウゲット。カゲロウゲット。いや、面白いシーバス。ずっとね、東京港湾でテストのためのバチ抜きの釣りばっかやってて、ルアーを変えられないんでテストは、つまんないの、はい、つまんなくなったらいろんなルアー変えるんだけど、結局その間時間もったいないから戻すんで、半分発狂しながらやってたから、しかも寒い日ばっかりでさ、こんな天気良くて釣れれば絶対いるとこだから、この場所はどう釣るか。綺麗。ねえ、トロトロで表層一致してたらひったくってっていいですね。影さん、なんか平っぽいけど太いですね。宮崎シーバス、お願いします。
バイビー。バイバーイ。いえ。よし、了解しました。さすがでございます。いやいや、ありがとうございます。面白いんでしたね。やっぱちっちゃいので、まあ向こうとよりは手前を打ってみようかなと。はい。やっぱり流れが緩いところですね。いいところだったね。増水気味。はい。綺麗ですよね。やっぱ清流の水。そうですね。めっちゃ綺麗。これを5月6月は釣りたいですね。はい。さすがです。今この難しい雰囲気がすごい。池です。池です。池。右側のキワとかですね。流れ、ちょっとした流れ込みから落ちてくるところとか。入れ歯一発で。ゼロ。入れ歯一撃。5月の最高の美味しい空気が生んだけど、ね、本当になんかマイナスイオンがマイナスイオンがね、溢れてます、宮崎には。ネガティブな気持ちになってますね。なんでマイナスイオンだけ。人間もマイナスイオン出してます。浜田さんのお仕事って何なんですか？一応会社役員って形で。おお。何してたんだっけ？なんか建設系の社長みたいな。個人事業主。あ、そう、個人事業。まさにそういう。本当ですか？あ、じゃあ私1万円1万円をかけてアマンさんの職業丸2つも増えてる。さあ、ちょうど日没ですね。なんだろう、エグイドかな。さっき一番反応取ってたのはエグイドだったな。日が落ちたんで殻目立たせていい気がする。今日はアマンさんと打ち合わせた結果、飲み行こうぜって飲まないやってられんやろこれは。宮崎来たら飲みたいよねみたいな感じになりました。釣れそう。村岡さん、立ち位置選ばれるんですけど、基本的にはアップで出そうなとこ、その辺をやりたいんで、下下流側から入る感じですかね。基本ポイントは手前から叩いて下から叩いててやりたいタイプ。沈めるとあんまり食わないですか？あまり食わないですね。なんかいかにもシャル出すとスネコン沈めたくなる地形だけど、上の表層のなんかベイトなんでしょうね、餌が。はい、じゃあスネコン90ラスト10として今日は終わります。で見せたい、あの辺にいると思うんで、あっちから流し込むって感じかな。ラインをむしろ今度預けて、速いラインにラインを浸してラインが流れていくとスネコが下に向かって S 字を書いて引っ張られていくんで、この状態でも食うし、でも一番やっぱターンする瞬間ダーッと下入ってってラインが持ってかれて、ラインはこうなってると思うんで、今自分の前通ってるはずですね、スネコで。この辺から巻いていくとターンをするんで、こんだけ流れ入って1メーターぐらいが90だと精一杯で、130だともうちょい下のレンジ。終わりますか。お疲れ様でした。一終わりで、ちょっと今日ね、もう夜明け前から起きて、羽田空港向かってた疲れなんで、美味しい酒飲んで寝ましょう。はい、厳しいですね。街戻りましょう。はい、ありがとうございました。また明日でも、お願いします。青空商店街って言って、青空市場って言って。青空すぎ。そうなんですよ。でもまだ2店舗か3店舗営業してるんですよ。こんだけ倒壊してても。青空ショッピングセンター。すごい。本当だ。昔からね。そうなんです。
戦前から。あ、ここは覚えてるぞ。覚えてますか？ここで酔っ払いの人たちが最後酔いつぶれる場所ですよね。この真ん中のたくさんのベンチで皆さん記憶を飛ばしていくんだよね。何食べたいですか？炭火地鶏。おう、地鶏の炭火焼き。地鶏の炭火焼き。これは鶏刺し。なんだ、たたき。はい、ということで今日はありがとうございました。いえいえいえ、お疲れ様でした。お疲れ様です。勝利のビッシュ。バキッとくる。ああ、落ち着いた。お疲れ様です。早く料理食べたいですね。すみません、急いで。そんなせかさないで。まだ1分も経ってる。もうできたかな。せっかち親父じゃないですか。アマンさんもせっかちですね。わあ、素敵。地鶏だ。多分視聴者の願いはこっちです。はい。じゃあ宮崎初上陸。はい。初上陸。そして地鶏炭火焼き。食レポが下手で有名な。最高。美味しい。美味しいな。美味しいよな。間違いないな。炭の味が。炭火焼きですからね。しっかり染みて。はい、おはようございます。おはようございます。いや昨日はライブ配信ちょっと過ぎましたね。はい。寝た？めっちゃ寝ちゃいました。そのまま。よかったよかった。10時まで休憩を取りまして、はい。それからまた一つ瀬が昨日の川なんだけど、なんか私有地を持ってる人がいて、その私有地だから普通の人は入れないのかな、そういう場所に私有地を通る許可をアマンさんがもらって入れるっていうことだったので、なんか開拓の釣りをしましょうということでしたね。はい。楽しみ。なんでモーニングでも食べて行きましょう。はい、お願いします。お願いします。おはようございます。宮崎といえば米田です。宮崎名物。そうですよね。宮崎名物。怒られる。機嫌がいい。いっぱい寝て機嫌がいいなるみちゃんです。おはようございます。朝ごはん食べて釣り行きましょう。はい。生クリームが鼻について可愛くなってます。いただきます。いただきます。この動画はほとんどの時間がむさ苦しいおっさんたちで占められているので、朝ぐらいは爽やかな。美味しい。ね。めっちゃ美味しい。いただきて釣り場に向かいます。ルート探し中です。未開拓の河原。ここの今通ってきたところが私有地なんですが、一応許可をもらって入ったと、通ったということですね。そんなポイントです。ってことは手つかずの可能性が高いと。未開拓地ですね。未開拓なんですね、しかも。なので強化もどうなるかわかんない。わかんないと。ちょっと僭越ながらやってみます。はい。じゃあ釣り場着きまして。はい。じゃあ早速、もうそこですかね、早い流れ。そうですね。まずはなんか結構増水してるんですよね、これ。水が多いんですよ、やっぱ。でも昨日とかこの辺まで水あった感じの。そうですね。ベイてますね、やっぱり。ここは干満差はあるんですか？関係ありますね。めっちゃタイダル。はいはいはい。もあ、海水も入ってくるぐらい。入ってくるぐらい。もうボラがびっちゃって感じがします。あ、これ全然前出れない感じですね。ちょっともう手前から深いですね。うんうん。じゃあちょっと先発エグイドでいきます。いいですね。真ん中も浅い背があるんだよね。それと今日はアマソニキチャンネルのアマンさんと一緒にハーデスですか？そうですか。アイザーと間違ってハーデス。間違えられがちですね。おお、すぐ間違っちゃうんだから。ローリング主体でしたね、さっき見たら。ですね、はい、うん、かなり、ドローリングだな。これ、宮崎の特に河口のキラとかって、うん、ロブリング嫌う傾向があるんですよ。バタバタ感を。うんうん。で、ロールでも見せて食わせるみたいな。なるほど。相変わらず上でしか出ない状況ですかね。まあ、なんか、この梅雨入り前、そういう時多いですよね。はい、ここで釣ったことない。ああ、そうなんですね。もう開拓なんですね。開拓です、まだ。
あの背の背尻いけなさそうですね。いけなさそう。もうだいぶ先ですよね。だから左一番対岸ギリギリが深くて、こっちも深くて、どっちが細かくなってるけど中州の塊なんでしょうね。アマンさんはなんで YouTube 始めたんですか？もうキャリア長いじゃないですか。はい。要するに結局超過、写真で出しますと、本当に釣ってるのかと、そういうやっぱり疑惑が、まあ、古き良き時代、まあ、ブログ雑誌の時代からあるわけですよね。ますよね、よくする人は。本当にそのルアーで釣ったのと、本当にその魚自分で釣ったのっていうのを、じゃあ俺は全部動画に撮って、ヒットからランディングまでこれでこう釣りましたというエビデンスを残しましょうと。なるほど。はい。アンチ黙らせ。そうですね、そうですね。こここまでやっときゃ文句ないでしょっていう。で、いろいろ界隈見回してもそういう YouTube ってなかったので、一から全部自分でヒットからランディングまでを動画にしましょうというコンセプトでやったんですけど、動画的にふざけたのばっかりになっちゃったんですっていうのもただ釣っといても面白くないんですよね。力抜けてて楽しいですよ。ありがとうございます。電車の中で見れない一番こう品のないニタニタ笑いをしてしまいがちなからニコニコだったらまだ人に見られてもいいけど、くだらないことのニタニタしたのをまた抑えてる表情って絶対に見られたくない顔ですよね、人に。あれは面白い。編集しがいがあります。50の手習いで自分で全て勉強して動画編集から何からなかなかやりたいってやんない人多いので、すごいですよね。やっぱり言った以上やろうかな。釣りはもう週4、週5で。そうですね。雨と風がない日はだいたい夜は出ますね。リバーシーバスリバーシーバスの加工部分が橋から2本以上上には上がらないようにしてるんですね。上がらないように上がらないようにしてる。それは要するに上は上でヌタイ君だったり、上を今までやってきた人たちがいるので、まあ俺下でいいかなと。上流って要するに丸スズキが多い、ゾーンは日本各地いっぱいありますよね。丸スズキが、砂平っていうジャンルでいうとあんまり地域的に少ないかなと。なるほど。でそこをまあ僕がやりますっていう感じで。じゃあ川平みたいな。そうですね、川平ですね、メイン。昨日今日なんか良さそうですよね、この濁りで。最高なんですけどね。飲んでライブなんかやってる場合じゃなかった。4時間回してましたもん。バカですよね。バカでした。楽しかったですよね。楽しかったです。本当にありがとうございました。夜中なんか酔っ払ったことでいらんこと言って炎上して、うちの吉沢から電話かかってきて対応してる悪夢を見ました。それはそれですいません。デイで遊ぶってなったらやっぱこういう上流側なんで。そんなに加工はダメですか？ダメですね。へえ、それが不思議。平鈴木だからですかね。丸はデイでもね全然出ますけど、そんなにいないんですか？いるけど食わないですね。アマンさんの腕でも？無理ですね。また。いや。ルアー投げてて一生懸命投げてて釣れない横でサッパの泳がせとかでおっちゃんがいっぱい釣るんですよ。いるんだ。いるんですよ。なるほどね。でやっぱり加工はゲストが面白いんですよね。ヒラメ、マゴチ。ヒラメ、マゴチ、目が赤い人。目が赤い人。オニベ。オニベいいですね。目が赤い人は、すぐ逃がせば。水から出さずに針外して。まあ上げないと無理なサイズもありますけど、まあその時はもうパパパッと。要は極力ちゃんと生かして逃がす努力を。になるまで蘇生してあげて、自力で泳がしていくっていうのがもう県の方とのお話で。なるほどね。で SNS でじゃあ写真ぐらいはいいよみたいな。YouTube で上げるよ。そうですよね、上がってますもんね。インスタ、フェイスブック。めっちゃいいじゃないですか。それ撮りきたい。これからですよね。やば。間違って釣れちゃうんですよ。でも一応間違って釣るんですね。間違って P3 号とかで投げるんですね。いやもうみんな1号とか。1号とかで。でも取れる気しない。取れます。
切られるような感じじゃない。あ、走んないです。走んないですよ。へえ。うろうろこの辺します止めれば。あ、で、さ、河口だから広くて。そう、まあでも周りテトラとか結構多いので、はいはい。その周りをずっとひたすら浮いてくるまで体力勝負。うんうん。昼間は今とかかけちゃったらもうずーっと走っていく。ああ、すごいフィールドだな。すごい、ここもワカメワンチャン全然出る。ですよね。なんか梅雨時とか夜ボイルしてそうな。ああですね。パンパン爆発音が。ああ、しますよね。もうシーバスの音じゃないんだよね。いや、自分も何回か聞いたことあるんですけど。子供が落ちたよね。子供がお腹から落ちたのを落としましたよね。パーンそれが深夜の闇のね、静けさの中に響くの。かなり遠くでも聞こえますもんね。うわ、いるの、近くにいるぞっていう。大体地形が分かりました。でも、まあ、一応こう、溝は撫でましたけど、食わないですね。じゃあちょっと休憩しよう。ヌタイさん2年半前に、ジャーニーの時ね、お世話になったラーメン屋さんの人。なんだ、会いたかったのに。会いたかったのにって瞬間、なんとも言えない距離で会いました。今日ラーメン食ってね、お会いして帰ろうと思ったら、今日休みだったんですね。ヌタイさん、ありがとうございます。はい、頑張ります。今日ラーメン食べ行きたかったんだけど。うん、でもなんか急遽開いていただけるって聞いて。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。わざわざ。ありがとう。はい。なんでヌタイなんですかね。あれがラーメン屋さんがもともと、ぬくい商店さんだったんです。はいはいはい。引き継ぐときに。はいはい。で、区に線を一本入れて、ぬたい商店にして引き継いだと。一緒じゃないと。ヌタイとかアマンとかアマソニキとかちょっとオリエンタルの名前が多いですね。なんか新しい単語に出会いますね、宮崎。そう、ちょっと飲み物。ヌタイさんの差し入れ。疲労か、全然まだ疲れてないけど。全然疲れてない。予防にね、予防に。ヌタイくんありがとう。こっから50メーターぐらいが釣れそうだね。ああ、釣れそう。幸せ。釣れそうな予感に満ちた時間が幸せ。釣れそうってどういう時に感じる？なんだろう。特にルアーが、それぞれ設計糸があるんだけど、その設計糸にはまってて、止めた時に食っちゃった。設計糸にはまってて、止めた時に食っちゃった。あー、でもちっちゃい。左手離したら食ったね。釣れたー。ちっちゃいけど嬉しい。一本。すごいタイミングです。イエーイ、いいぞ。満足。ルアーのアクション、伝わってくるアクションでゾクッとする時があって、作ってるからこそ分かるっていう感覚でもあるかもだけど、今出ないかなって思って手離したらゴンと食ってくる。ありがとうございます。サイズはね、ともかく嬉しい一本。嬉しいです。2匹目。動画になってますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。おアイザーしかも。もうここから50メーターぐらい上のゾーンが良さそうなんですけど、やっぱりついて魚いますね。いましたね、やっぱり。ありがとうございます。ヌタイさんの差し入れのおかげですね。ですね。よかった。いやー、ありがとうございましおめでとうございます。た。ありがとうございました。1日1本ですね。楽しい。密室の恋メソッドでした。面白い。食うんじゃないかと思ってこうやって止めても食わないしさ、なんか説明しようとゴンっていうのは
ジャーニーでも3回ぐらいあるんだよね。なんでだろうな。同じストップも自然のストップがあるんだよね。特に釣りビジョンのロケなんかは男4人とかで入ってるから、プレッシャーもさ、やっぱ1人と4人じゃ大違いで、ライト当てるとかそういうことじゃないなんかね、やっぱあるんだと思うの。本当に上手い人は1人でひっそり入って釣ってるからね、こういったフィールドは。こうやって3、4人でワーワー言ってるだけでもなんかプレッシャーかかってるんだと思うんだよな。めっちゃ見てる。エグいどうでしょうか。さよなら。大人に慣れてるよね、やっぱ田舎の子供って。都会の子とそこが違う。気をつけてくださいっつってね子供に言われるこのアラフィフおじさんたち、ワンチャン死にますよみたいないや、できた子たちだな。なんかホロホ系がいいような気がするんですけど、今日持ってきてないんです。今回何年か前まではやばい、シャルダスのこれないっつったら釣り具屋行って補充できたのに、補充できないからね今非常に私も困ってるんですよ。現場で補充が効かないっていう。だいぶアイテム増えて、今回ちょっとねドタバタできちゃったんで、ルアーも一個一個、針はこの間セットアップしたけど、ルアーのなんかカラーとか何が何個入ってるとかチェックできないできたら、エグイドとアイザーが弱かった。今夜小バッチから奪う。ちょっと一回返して一回返して後で送るからつって持ってきてつって。さてさてで3時だからお時間ですかね。帰りです。はい、鹿児島に泣いてよく食べる人のところに。よく食べる人のところに寂しいな。寂しいですね。寂しいですよ。まだまだ全然あるのにポイントね。でも秋がいいんですか？秋もいいですね。いやでも今回ね、大ニベの話も聞かせてもらったし、はい、赤目の話も聞かせてもらったし、宮崎たくさん来ることになりそうですね。お願いします。来てください。もうみんな宮崎アングラーたちもみんな待ってます。ね、大ニベ、赤目、シーバス、エギ、イカ、行きますか。いいなぁ。帰ってあるんだって。ってなことで、はい、アマソニチャンネルとのコラボ重宝、ありがとうございました。いえいえ、とんでもございません。また遊び来ますので。2本とりあえず。とりあえずね、1匹ずつ釣れたんで、よかったです。村岡さんを僕が動画でいじっても皆さん怒られないように。そうですね。ひどいいじられようだと思うんですけど。愛あるいじりなんで。それも楽しんで見てもらえたら嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。